And somehow the reason that people are upset, because every time you see a trans boy or boy that transitions to a girl, they're winning almost every single sport in every genre. Why is the trans person always number one? Why is the trans person number one? Why is there never the reverse in the trans world of athletics, where you have a girl that transitions to being a man? Last year, California high school track officials implemented a policy where cisgender female athletes are recognized as co-champions if a transgender athlete wins a girls event. 通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、現在大変物議を醸しておりますトランスアスリートの話題になります。先日ですね、カリフォルニア州で学生のね、陸上競技が行われたんですが、現在ですね、この表彰台をめぐりまして、このカリフォルニア州が採用している施策というのが大変批判されてしまっているんですね。それはなんとですね、1位の表彰台を2人で分けるというものだったんです。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、このチャンネルでもね、トランス関連のあれこれというのはずっと追ってきているトピックなんですが、以前ね、そのエリート競技ではね、現状、もうほぼトランスジェンダーの選手というのは出場することができない状態になっているものの、学生競技ではね、まだまだ無法状態なんですよ。こんなお話したの覚えてますかね。今回はね、まさにそのお話です。今回ですね、カリフォルニア州で、とあるね、学生の陸上競技が行われたんですが、この表彰台を席巻している、とにかく強いトランスジェンダー選手がいるんですね。そして現在ですね、これに対してカリフォルニア州が取っている施策というのが改めて問題視されていると、こういったわけなんですね。じゃあまずね、こちらから見ていきたいと思います。選挙を前にカリフォルニア政界に衝撃を与えているトランス選手のポリアン論争の内幕。ということで早速ですが、こちらですね、ポリアンとあります。こちらが本日のキーワードになります。ポディアム。こちらね、以前も勉強したんですが、今回改めてね、見ていきたいと思います。大勢の人に向けて話したり、音楽を指揮したり、スポーツ競技で賞を受け取ったりする際に、人が立つ高くなった台。ということで、こちらね、ポディアムというのは、ここね、写真見えてますね。この場合は、表彰台という意味になります。で、ここのね、解説にもありましたが、これね、例えば講演するときに、ちょっと高い台に乗ったりするでしょ。あと、指揮者が乗ってるね、高い台。これら全般を指すワードなんですね。で、こちらもですね、一昨日と同じですね。古代ギリシャ語が語源と言われておりまして、これね、足という意味だったんですね。つまり、足を置く場所、足場、台。こういった流れです。だから高くなった台全般をね、指す言葉になっていったんですが、一般的にはね、先ほども言いました通り、表彰台とかね、あと指揮者が乗る台、あと演壇とかね、このようにして使われるワードとなっています。ということで、こちらは、選挙前にカリフォルニア政界に衝撃を与えているトランス選手の表彰台論争の内幕。女子スポーツ史に悪名として刻まれることになるその日の朝、モアパーク高校で開かれた陸上選手権大会に参加したコーチたちへ一通の手紙が配られた。その手紙には、生物学的男性のトランス選手の後ろでフィニッシュした女子選手は表彰台の順位を一つ繰り上げられると書かれていた。その手紙の日付は5月16日、大会当日だった。ということで、こちらではね、何が起きたかと言いますと、今回ね、カリフォルニアのモアパーク高校で、これ公立高校ですね、陸上選手権大会が開催されたんですね。ここにですね、ジェルパバレー高校から AB ヘルナンデスというトランス選手が参加していたんですが、ここで圧勝することになりました。この記事の中ではね、タイムを見る必要もないほどの圧勝だったと、このように言われておりますが、これね、後ほど詳細見ますが、この選手ですね、とにかく強いんですよ。今回も圧勝したと。そして、このようになったというんですね。これはね、カリフォルニア州高校スポーツ連盟というのがあるんですが、CIF と言いますね。ここのルールに従いまして、こちら見てください。これがね、AB フェルナンデス。トランス選手ですね。そしてここにね、女子選手がいます。この2人がですね、共同で1位になりまして、このですね、1位の表彰台を2人で分けることになりました。でもどうですか皆さん。この人の立場になってみたら、もう屈辱もいいところですよね。だって、この選手に圧勝されてるんですよ。だけどいいよ、1位に乗ってと言われているような状態なんですね。このようにして、この大会ではね、共同の1位を取らせるということになったんですね。じゃあまずね、この AB フェルナンデス選手についてちょっと見ていきたいと思います。で、この選手に関しましてはね、例えば移行時期だとか、そのホルモンの治療をどの程度受けているのかとか、詳細は分かっていないんですが、今言われていますのが、一応ね、中学生の時に母親にカミングアウトして、高校生に入った時点ではもうすでに女子競技に参加していたと言われているようですね。なので、成長期をね、どういった形で通過したのか等々は、詳しいこと分かっていません。なんですが、先ほども言いましたがですね、これはね、もう結果が示してるんじゃないかなと思いますよ。この選手ですね、
めちゃくちゃ強いんですね。故にね、今回も話題になっているわけです。じゃあ、どのぐらい強いのか。これに関してはね、非常に象徴的なことが、今年の4月に起きているんですが、つまり先月ですね。女性の歴史が消え去る。昨年、名門大会、マウントサックインビテーショナルで、ジュルパバレ高校のトランスを辞任する男子、AB フェルナンデスが3冠を達成した。走り幅跳びでは19フィート4インチ。三段跳びでは41フィート 7.5 インチを記録して優勝。さらに、走り高跳びでは5フィート10インチを飛び、こちらも優勝した。このマウントサックで、一人の選手が跳躍3種目すべてを制したのは、1980年代のウェンディ・ブラウン以来だという。ブラウンはその後、USC で NCAA 全米王者となり、さらにオリンピックにも出場している。ということで、それがね、まさにこちらにあって、そのインタビューがね、ここにあるんですが、ここではね、名門大会とされているその大会で、跳躍3種目、全制覇しました。で、これがどれぐらいすごいかと言いますと、1980年の、こちらに見えております黒人選手のね、ウェンディ・ブラウン以来だと。この選手ね、USC、これ南カリフォルニア大学ですね。ここのスター選手で、その後ね、ソウル五輪に出場することになるんですね。そして、初期のね、女子三段跳びの世界記録保持者でした。でね、1990年代には、当時のね、人気番組でした。アメリカングラディエーターズにもね、出ておりまして、非常に有名な人物なんですね。するとですね、今年に入り、先月ですよ。こちらに見えております、トランス選手の AB フェルナンデス。サクッと同じ偉業を達成してしまったと。こういう話だったんですね。じゃあもう無理じゃん。じゃあもう勝てないでしょ。それはこの顔にもなりますよって話ですよ。で、この AB フェルナンデスというのは現在ね、このような形で大変目立っておりますので、様々な議論があるんですけどね、これに伴いもう一つのね、議論というのがありまして、これね、主に女性から出ている批判です。この選手はですね、こちらがね、非常にわかりやすいんじゃないかなと思いますが、非常にね、厚化粧することで知られてるんですね。ここでもね、真っ赤なチーク塗ってたりもしますが、で、頭にね、リボンをつけていたり、いわゆる女の子っぽいみたいな、そんな仕草、格好するんですよ。で、これがね、実際のその周りにいる女性の学生たちを見てみると、そんな格好してる選手が一人もいないため、めちゃくちゃ目立つんですね。ものすごい内股で立ってみたりね。例えば今回も表彰台に上がるとき、当然ね、一番高い1位の表彰台に、生物学的な女子選手も登るわけですが、その彼女は一歩でね、ポンと登るんですよ。なんだけど、このABフェルナンデス選手、この中で一番運動能力が高い、圧倒的な筋力持ってるんですよ。そこにね、ペタンと足をついて、よいしょって上がるんですよ。つまりこれがね、女性を演じてるだけじゃないかということで、私たちはそんなことしませんということで、女性から批判されてるんですね。女性をバカにするなと。でね、この選手、あまりにも強い。そこでこのカリフォルニア州ね、2025年、こちら、トランプのね、圧力を受けてということなんですが、一つの施策というのを発表します。それは、トランス選手の影響で、州大会に行けなかった女子選手を追加枠で救済しますよ。このようなものだったんですね。つまり、表彰台にトランス選手を上げることは上げるんですが、生物学的な女性を共同で表彰台に上げるということだったんです。そしてこの結果がこれだったというわけなんですよ。つまりこの1位の表彰台をトランスジェンダー選手とシスジェンダー選手で分けたというわけだったんです。一応ね、この右側のね、女性の選手は、カメラマンにね、笑顔を向けたりはするんですが、実際ね、この時の動画見てみますと、一切このトランス選手の目見ませんからね。この狭い台に2人乗らなきゃいけないんで、この選手のね、位置は確認はしているんですが、目をね、一切合わせません。で、一応ね、このヘルナンデス選手は、この共同1位の選手に対してね、目配せはするんですが、もうガン無視でしたね。非常に気まずい表彰式になりました。でですよ、ここまでが、こちらもそうなんですけどね、FOX 系、いわゆる右派系のメディアから見たお話です。じゃあこれね、左から見るとどうなるのか。皆さん、大体想像つくでしょ。それがね、こちらになるんですよ。トランス選手、AB ヘルナンデス、陸上競技で、シスジェンダー女子選手との共同1位を強いられる。強いられちゃいました。これはね、DEM という LGBT メディアですね。このメディアに言わせますと、このね、ヘルナンデス選手が1位を取ったにもかかわらず、シスジェンダー選手と共同1位にさせられてしまったと。これを強いられてしまった。このように伝えているんですね。で、これに対して、彼に同情しろと言うんですか。そしてね、この下でもそうですよ。これは何かのジョークですかということで、これがまたね、大きな論争を呼ぶというような状態になっています。で、これを受けましてですね、こちら、ジャーナリストの方ですね、学校が参加賞を配って、どの子も嫌な気持ちにならないようにしていた時代を覚えていますか。あれもひどかったけど、これはさらにひどい。これは女子限定スポーツに男性が出場する問題の解決ではない。これは公正な競争を消し去り、女子選手たちにあなたたちの努力は慰め賞程度の価値しかないと伝えるだけの偽物の解決策だ。でも本当そうだと思いますよ。この選手はですね、大会自体はね、2位としてゴールインしてるわけでしょ。それで表彰式はね、どうぞどうぞ、このね、1位の表彰台上がってくださいね。非常に屈辱的ですよね。
この方ね、ブランドン・テイタム、保守系のコメンテーターですね。馬鹿げている。カリフォルニアが生物学的男子による高校女子陸上の支配に対して出した解決策とは、なんとトランス選手が優勝した場合、生物学的女子選手も共同優勝者にするというものだった。タイトル9の破壊をごまかすための情けない参加賞そのものだ。現在22州で学校に対し、性自認だけを根拠に生物学的男性を女子スポーツへ参加させることを強制している。女性への戦いはまだ終わっていない。ね、エリート競技に関しましては、IOC をはじめとしてね、かなりそのルールの整備というのが進んでおりますが、まだ学生に関しては無法地帯なんですね。で、現在ですね、これを受けまして、こちらですね、AB ヘルナンデスのお母さんですね。今回ね、自分の子供が優勝した姿を見て、胸がいっぱいになりましたと、このように表明しています。ちなみにこのお母さんね、子供の成長を見守る、けなげなお母さんじゃないですからね。結構ね、この人、これに反対する別の親も当然いるわけですが、そういう人たちとね、大声張り上げて、ギャンギャンやり合うような人で、その自分の支持者たちと一緒にね、つまりはこの母親は母親でアクティビストなんですね。はい、ということで本日はですね、一人のトランスジェンダー選手をめぐる表彰台の騒動について見てまいりました。いかがだったでしょうか。この選手ですね、とにかく強い。やっぱりね、ここまで強ければ、さすがに問題になるよね、というのが、フクタの正直な感想ですね。で、先ほども言いましたが、このABヘルナンデス選手がね、どこまでそのホルモンの影響を受けているのかというのは分かっていないんですね。で、見た目がね、このような感じで、声はね、もう完全に女の子です。なので、完全な男性ともやっぱり明らかに違うんですね。ただその一方、めっちゃ強いでしょ。だからね、その男性ホルモンの影響、全く受けていないとも思われていないわけですね。で、やっぱりね、ここで問題になってくるのは、この選手ね、非常に強いんで、メディアにもね、露出します。様々なインタビューを受けます。もうこの時点で女性ってね、機会奪われちゃってるんですよね。じゃあその後つながるね、奨学金がどうなっちゃうのとか、露出を阻まれれば、スポンサーがつく機会も奪われるんですよね。だからそのあたりも問題視されているようですね。なので、エリートスポーツの方でね、あのようなルール整備がされたとしても、そこにつながる部分、この前段階の学生スポーツにおいても、ちゃんとルール整備をしないと、やっぱりね、この問題っていうのは根本から解決しないんじゃないかなというようには思いましたが、皆さんはどのように思われたでしょうか。ちなみにですね、今大会もね、この AB ヘルナンデス選手、優勝したと言いましたね。これね、どの競技で優勝したと思いますか？ジャンプ種目、全部でした。